今回は消しゴムフィギュア塗装です。題材は金消しです。タッグチームの2体を水性アクリル塗料でフリーハンド筆塗りしていきます。ビッグボンバーズです。カナディアンマンとスペシャルマンの色分けペイントです。今回は2008年リリースの金消し復刻版のミニブックを出してきました。塗装する造形のカナディアンマンとスペシャルマンを含め、かつてのレギュラーサイズ金消しが夢の超人タッグ編になぞらえて、各タッグごとに2体ずつカプセルに入っていた設定の復刻シリーズでした。これまでに筋肉マングレート、アシュラマン、サンシャイン、ネプチューンマン、ビッグザブドウなど有名な超人たちをたくさんペイントしてきました。今回塗装の消しゴムです。カナディアンマンは赤、スペシャルマンはペールオレンジの造形でした。金消しはレギュラーサイズ当時物であるがゆえ、経年の汚れや劣化はさすがにありましたが、なんとか自立できる保管状態ではありました。40年以上前のフィギュアですが、手足がうまくディフォルメされたなかなかの造形です。塗装前のコンビをフロントビューからリアビューです。ここから塗装前下準備です。消しゴムフィギュアの塗装前下処理は、煮沸して熱を加え、表面のホコリや油分を落とし、素体を自立できるように成形します。ベンジンに漬け込んで可塑剤、つまり塩ビを柔らかくする薬剤を抜き出します。ミスタースーパークリア艶消しスプレーを塗布して、下地としてマットな塗膜を作っておきます。色分け工程をダイジェストで見ていきます。まずはカナディアンマンからです。下地塗装です。モデルカラーのホワイトグレーです。赤の素体の消しゴムフィギュアだったので、ここはしっかり塗りました。そしてカナディアンマンに限っては、白がボディカラーの一つになるので、この塗料を引き続き使っていきます。ホワイトグレーは真っ白よりも少しグレーがかった落ち着いた明るいグレー系の色です。真っ白より隠蔽感が落ち着いている。白ほど明るすぎないので下地色として使いやすい。白ライトグレー系のパーツの塗装にも向いています。口、そして台座が塗料の飛び散りで汚れてきたので上塗りし直しました。ゲームカラーのスカーレットレッドを使いました。濃い色味の赤です。ここでもう一つのメインカラーである赤です。ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかで深みのある赤色で、キャラクター、模型の赤い装甲や衣装、武器などの塗装に使いやすいカラーです。鮮やかさのある濃い赤色。明るすぎずしっかりと存在感のある赤です。力強いコントラストを作れます。筆塗りで重ねることで発色を調整しやすいカラー。胸のマーク、頭部、そしてコスチューム全般に塗り入れました。ビッグボンバーズはスペシャルマンとカナディアンマンによる正義超人タッグ。夢の超人タッグ編では超人タッグ選手権に参加しますが、参加チームが9組となったことで本戦を8組のトーナメントにするため、弱小チームという位置づけで抹消されることに。ディティールの書き入れです。マービー4ドローイングの 0.02mm、0.03mm マーカー、超極細ペン、ダークブラウンを使用しました。ここからはスペシャルマンを見ていきます。下地塗装はカナディアンマンと同じくモデルカラーのホワイトグレーです。赤の素体に白で色塗りしていったカナディアンマンとは逆に、ペールオレンジの素体に青系中心のペイントになるので、色塗り良くするための最低限の下地作りという感じで大丈夫でした。フェイス、頭部とボディのコスチュームに淡い青です。ゲームカラーのグレイシャーブルーを使いました。ゲームカラーグレイシャーブルーは淡い青みを持った白っぽいカラーです。青系カラーでありながら発色はかなり淡く、ライトグレーにも近い落ち着いた色味が特徴。白にほんのり青を加えたような印象で、明るく清潔感のある仕上がりになります。また淡いカラーながら隠蔽力が強くて、下地の色をしっかり覆いやすいのも魅力です。明るい部分の塗装はもちろん、フィギュアのベースカラーとしても使いやすい色です。その役割を担う形で、はぐれ悪魔超人コンビのアシュラマンとサンシャインに本戦前に敗北しました。筋肉マンらしい少し切ない立ち位置のタッグチームです。ウォーハンマーカラーのテクニカル、溶剤塗料のラーミアンメディウムを使って薄めながらムラにならないように塗装を重ねました。
ゲームカラーのゴールドイエローを使用しました。目に使っています。鮮やかな黄色みの強いゴールド系イエローで明るく華やかな印象を作りやすいカラー。ゲームカラーのマジックブルーを使いました。ボディのスペシャルの文字、額の S の書き入れ、そしてブーツのカラーとして、ゲームカラーマジックブルーは明るく鮮やかな青が特徴のカラーです。発色が良くてしっかりとした青みを表現できるので、フィギュアのメインカラーやアクセントカラーとして使いやすい色です。ボディの99の文字の書き入れとリストバンドに赤です。ゲームカラーのブラッディレッドを使いました。両腕、手にはフレッシュカラーです。モデルカラーのベーシックスキントーンを使用しました。肌色のベースカラーとして使いやすい、明るく自然な色味が特徴です。やや温かみのある肌色で、フィギュアの顔や手、腕などの肌部分を塗装する際の基本色として活躍します。今回のペイントはイメージは原作カラーです。そしてディティールの書き込みです。瞳、目元、口元、ボディスーツのシワのシャドウなどにマービー4ドローイングの 0.03mm、0.02mm のマーカーを使い分けました。仕上げになるので丁寧に書き入れています。塗料は水性アクリルのパレフォをメインにウォーハンマーカラーをフォローで使用しました。使用した筆は模型塗装用の面相筆1本です。塗装に要した時間は2体合わせて70分程度でした。塗装後はボデーペンのクリア、本来は車用のトップコートですが、消しゴムフィギュアのフィニッシュには相性が良いので薄くさっとかけています。色塗り後のレビューです。まずはカナディアンマンです。もともと赤の素体のフィギュアだったのがわからないくらい、しっかり白をボディカラーにペイントされました。そして相棒のスペシャルマンです。こちらも素体はペールオレンジだったとはいえ、ボディカラーがライトなブルー系なので、隠蔽力が若干心配でしたが、うまく色塗りしました。瞳などがしっかり入ると十分に見栄えのするレトロフィギュアです。フロントビューからリアビューです。ということで今回は消しゴムフィギュア塗装、題材は金消し、当時物レギュラーサイズのビッグボンバーズ、カナディアンマンとスペシャルマンを水性アクリル塗料でフリーハンド筆塗り塗装をしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。